食べるんやったらここでっていう感じ。辛いじゃなくてスパイシーで味が好きっていう。前から失礼します。オーブカレー、東京のカレーもいろいろ食べましたけど、結構ここがもう一番ですかね。入ってる間、時間が。で、そこまでやったら、よいしょ。ブイヨンの方はもう水入れ
よいしょ。入りますね。2つで1個ライスで11時40分でよろしいですか？はい、お願いします。はい、届きます。ありがとうございます。コロナぐらいからそれまではもう土日日替わりで限定ばっかりやったんが、ロースカツカレーであったり厚切りであったりが結構まばらに出るような感じですか？まあ基本はでももう分かる日によって常連さんとかね結構やっぱ日替わりが多そうですね。常連さんになると限定か日替わりやつ、あんまり長い間炊いたらいいと思うんじゃなくて、
風味が飛ぶね、香りがどんどんスパイスが効いてるというよりもコクが欧風カレーに必要ちゃうから、スパイスが入れよで、うちはもう茶包みを使わないんで、その時のフルーツの出来で味がよく変わっちゃう、フレッシュにこだわったから入りますね。うまみがよいしょ。女王様っていう香りの女王様という意味合いがあって、で王様とか女王様という言葉が好きで、でこれでいいやっていうあと紅茶シナモンティーじゃなくてカルダモンティーとかで飲むのも好きやったからちょうどいい。いやこれでええわ。なんか最後にドットがついてるのはあれは占い師に見てもらったらドットつけないと自覚が悪い。へえ。そうで手に入れなさいそうそうカレー。カレー、はい、ありがとうございます。ご飯と色々大とこだわりのチーズトッピング。2倍2名で入れないんで、その後の1名案内します。カツです。書きましょう。のれん入ってもらって。厚切りカレーライスでしょ。お待たせしました。ごめんなさい。牛肉厚切りライス大事にしてます。
ライス半分でいい。はい、すいません。カツカレーの激辛のご飯半分です。お待たせしました。もうよくお店来られてるんですか？そうですね、家内といつもは来るんですけども、今日はちょっと一人で、スパイシーで、とっても辛いじゃなくて、スパイシーで、後味もいいのですけど、一番お気に入りのメニューってあったりしますか？やっぱりカツカレーですね、はい、カツも結構サクッと。そうですね、はい。はい、とんかつカレーです。お待たせしました。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お酒日替わりライスルーライにしています。はい、お待たせしました。日替わりのチーズパティです。あ、お電話いただいた。ちょっとだけ待ってくださいね。失礼します。お待たせしました。前から失礼します。が3です。厚切りに、カツが4です。厚切りが2で、釣りが1入ってます。すいません、長いことお
お待たせしました。牛肉厚切りカツ。はい。はい、ごめんなさい、お待たせしました。とんかつカレー、どうぞ。お店よく来られるんですか？いや初めてです。商店街歩いてて、はいカレー食べたいなーってずーっと歩いてきてやっと見つけたんですか？やっとまた2回目もありそうですか？そう隣の人が限定のやつとか、日替わりとか食べてたんで、まあそれも行きたいなと思いますけどね。エビで、はい、ご注文何されたんですか？期間限定のはいエビの3匹入ったやつ、はい、なんか結構辛さとかどうでした？いや全然大丈夫でしたピリ辛ぐらい？ピリ辛ぐらいでしたね、はい、で結構食べやすい感じの。そうですね、カレー食べるんやったらここでっていうか、美味しかったです。すいません、お待たせしました。ごめんなさい、牛肉厚切りカレーです。ライス大にしてます。お待たせしました。今日は牛肉厚切りカレーを。かなり柔らかそうそうですね。はい、めっちゃ柔らかくて食べやすかったです。腹持ちもめちゃめちゃ食べやすかったです。厚切り肉すごい柔らかそうですね。柔らかい、柔らかい。どれぐらい炊くというか煮るんですか？うちはそんなには炊かない。2時間半ぐらい。あ、でもあんなに柔らかく。そうそうそう。2時間半ぐらいで柔らかくなる厚みにして、さっと。よいしょ。ありがとうございます。毎度。こんなトロトロなるんですね。そう。これをやりすぎるとこのもうボロボロなんだ。100円です。こちらどうぞ。はい、1万円いただきます。ありがとうございます。おおきに。しまった後にお待たせしました。わさびカツライスル大にしてます。生卵一つ、はい。どうぞ。カツカレー2つにチーズとライス大で2500円です。はい、すいません、カレーとカツです。お待たせします。どうぞ。あとにも
限定のズーです。ごめんなさいね。はい、お待たせしました。はーい。限定のエビで。エビで。はい、ございます。まだ聞いてません。はいよー。下げときまーす。じゃあ両方で後ろ行かせて。この辺りで仕事をするときははい結構来たりはします。じゃあもう結構もうお店の方はよくご存知で、あ、そうですね。はい。いつも結構並んでるじゃないですか。はいはいはい。結構じゃあいつも並ぶんですか、その。 3時前とかだったら空いてるかなと思って、そこを焦点絞って、なるほど。他のカレー屋さんとかとちょっと違うところとかってあったりしますか？こういうなんかちょっと欧風カレーみたいなカレー屋さんってあんまり行ったりはしないんで、ここぐらいかなと。結構揚げ物と合うような感じのカレーで、食べやすいと思います。はい。欧風カレー他も食べたことあるんですけど、はい。結構ここがもう一番ですかね。東京のカレーもいろいろ食べましたけど、は結構欧風のジャンルやったら、ここ結構好き。い。ベストフルーツやけど後半スパイスが効いてて、なんかバランスの取れた、はい、カツはどうですか？いつも美味しかったな。かつなんかね食べやすいんですよね。こう油が少ないというか、さっぱりしてあっさりして、カレーとめっちゃ合う。あ、かなりもう一押しのお店なんですね。いやほんまほんまに今日本当お客さんにインタビューしてても、胃もたれとかしないってみんなおっしゃってましたね。さっぱりで食べやすいっていう。カレーって胃もたれするから嫌やねんって年配の方が結構言ってはって、試作の時はもう全然油を取り除くからコクがなくて美味しくなかった。野菜のコクをアップしてもたれんように入りますよ。で、混ぜられる。残り全部。そのカレー屋さんで修行をされいや、てて。俺ずっとレストラン、パンとかケーキも一応ウェディングケーキとかやってて、フランス料理とかやってたけど、あんまりちょっとセンスがなかったので、カレーだけが先輩とかにも楽しそうに作ってくれた。で、気がつけば風邪ひいてしんどいのカレー食べて、お腹減ってもカレーってるから、ほんならカレーやったら仕込みは大変やけど、あとはなんとか一人でできるから。はーい。あ、しました。
日によってはちょっと3時の時とかもあったりするんですが。下で20分ほど茹でるって言うてはったんですけど、はい、ってことは別にそんな麺自体も高水ではないってことですかね。高水ですね。あ、高水。高水です。まあ多分混合比加水率とかっていうのは秘密にされてはるかもしれないんですけど、高水の部類ですね。はい、提供後も伸びにくいっていうのもあるんですよ。まずバラかけという作業が、1回とで2回に分けて、はい、やります。明太自体はだからバラかけの段階でまだ粗悪というか、はい、粗いものになりますけども。バラかけっていうのはここを押す作業ですか？おっしゃる通りですね。バラかけ段階では滑らかさはないですね。聞いたかもしれないですけど、今日声明してもらってる高垣さんは実は卒業したバラッカナーなんですけど撮影のために戻ってきてくれたんですよ。いや、映像に言ってくれてますけど宣伝兼ねてそう、今後開業予定なんで。どちらで？今ちょっと言うと和歌山の岩出というところがあるんですけども、チャーシューの塊肉に、スープかけられたじゃないですか、あれはどんな理由？あれは温めるのと、あとはスープ入れてちょっとだしを出すっていう感じです。なるほど。ちょっと食べたらある程度わかるから、ラーメンってこう基本的にスープで、材料以外に作り方で2種類あって、鶏切りと言われる形とそれ以外かっていう。鶏切りっていうのはもう作って完成させるんですよ。完成させたやつをうどん屋さんの出汁とかも基本的にそうです。全部作ったやつを最後温めてお客さんに提供する、これ鶏切りっていうんですけど、無鉄砲さんとかうちはこれリアルタイムで作っていってるわけですよね。この味ができてないのをこの場で調節して
リアルタイムで味を調節しながら作って出すって方法なんで、これに関したらちょっと勘みたいなのがすごい重要になってくる。だから僕初めての人とかラーメン屋さんとかやり方聞かれて全部教えるんですよ。そういう人の全然いいんですよ。同じもの作れないんでみんな。お湯が飛ぶんでご注意ください。1名さんですか？何グラムにしましょう？はいやー。はい、次入るよ。はい、お待たせしました。どうぞ。ですかね。はい、じゃあ先頭の方どうぞ。ありがとうございます。お腹いっぱいになりました。いっぱいになりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。よいしょ。おきに。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。せーの、ニンニク入れますか？入れまして。はいよ。はーい。あ、こちらの席どうぞ。店長もすごくいい方なので入りやすいです。ラーメンもすごいやわ麺なんですけど、小麦のいい感じが出てる。ラーメンの具材の野菜が他の二郎系と違ってクタクタっとしてる。アルバイトじゃないですけどお手伝いをやらせていただいたことがあるんです。
仕事の仕方がすごく丁寧なんですね。そこの裏を見たいなというところもあって、たまたま休みだったので誰か手伝ってくれませんかっていう、情報を SNS で見て、ぜひ行かせてくださいっていうことで、そこで奥さんやられてるところを見させてもらいましたけど。もうちょっとはい、もうね、ごめんなさい。どうぞ。追加できるって言ってください。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。どうぞ。看板がついてる間はよりお客さんが入ってもらえるって、ここ準備中でもいいっていうルールでパッて閉めやるんですよ。はい、お待たせします。排水垂れ流しなんで汚れないように気をつけて。大丈夫です。やっぱ遅くなってるよな、ちょっと。持ってきます。これも僕が早起きできないんで、明日の昼営業分まで切っておきます。ありがとう。ごきげんよう。ありがとうございました。ジロケンってこのプラケン使うのが文化というか、うちもプラケンで行きたかったんですよ。
でヤフオク見てたら別券売機ってなんぼかな、高かったら40万ぐらい中古で、2万2000円でたまたまお風呂屋さんの中古のやつがあったんですよ。東大阪の方でちょっと近いところのお風呂屋さんが潰れたばっかりで、だから常連さんとかやったら昔行ってたわとか、あれなんでこんなとこあんのみたいな感じで、これを見てジョイフル錦の閉店を知る人も中にはおったりとか、その名残でおもろいからってことで店頭風のノータオルとか、もうさっき言ったみたいにお店の中がすごい暑くて汗かくんで普段使いしてもらえる金額でと思ってね、販売してます。保育と保育だどうもすいません、皆さんまたありがとうございました。お気をつけて。これが忖度やこれが忖度や。世の中ももっと生き生きする。あなたが自分たちで生きていける勇気も。ニンニクってあります？あ、そうです。そのマークの下に20野菜2024って文字を入れたんですね。今年あと2ヶ月後で終わるのに何でおかわりが今ないんで、今からするもしかしたら間に合えばもう俺私間に合ければ。お待たせしました。ニンニク入れますか？ニンニクあり、野菜増し、油増し。はいよ。はいよ。はい、いらっしゃいませ。1名さんですか？麺の量何グラムにしましょう？250。はいよ。6になるね、これでね。はいよ。ニンニク入れますか？野菜ちょいますね。はいよ。はいよ。お待たせしました。どうぞ。少しのいただきます。油増しをし絡めます。4番目からやってますか？はい。食べきりました。食べきりました。汁まで。お店はどれぐらいの頻度で来られるんですか？僕はもう週3回ぐらい。週3回？はい。もう年に数えたらもう100回超えるか超えへんかをいつもちなみに今年は？ちなみに今年で105です。もう余裕で超えてますよ。はい、今年は105です。このペースで言うと120ぐらいですよね、多分。あ、もっといくか。工藤さんだけなら余裕の大谷超えです。大谷超え。超えました。超えました。もう必ず食べられるメニューが醤油ラーメンです。醤油ラーメン。はい。この始まりの味がね。もう浮気せず。浮気せず。でもね、工藤さんやったら塩ラーメンもあるし、定期的にデスピザっていうちょっとあれなんていうの、タバスコとかで、あとチーズたっぷりもうピザのように仕上げた汁なしのラーメンがあったりで、夏場は釜玉卵が入って今日入れたっていう、あるんですけど、この人はかたくなに醤油をデスピザっていう限定やるんですけど、その時に僕らこう集まってで一緒のタイミングで入ったりするんですけど、この方だけ買うのはいつもの食券です。だから僕らは別に基本話合わせたりしないんですよ。グッと来たら一緒におるっていう、もうそういう確率は結構高いですよね。何かがね、やっぱり巡り合わせてくれる。それだけ人が集まる美味しいラーメン屋さんとかね。めっちゃいい。もう豚のスープね、ふんだんに使ってますけど、もう調子いい時ここ曲がったところに美容院あるんですけど、もうその越えたあたりからもう匂い漂いますんで、だから僕が夜散歩してる時に、ああいい匂いする思ったらもう今日はもう工藤やなって。
そういうタイミングで行ってます。何を食べられたんですか？僕塩ラーメン食べました。僕は醤油の汁なし2人とも醤油の汁なしです。お味いかがでした？他の二郎系よりちょっと麺柔らかめなんですけど、普通にしっかり二郎っぽいインパクトがあって美味しかったです。あれですね、麺が柔らかい食べやすいですね。塩ラーメン初めて食べたんですけど、やっぱなんかあっさりはしてるんですけど、やっぱ二郎っぽいとこ残してて美味しかったです。500の1万円の時にちょっとこう悪い目立ち方じゃないですけど、言い悪い方してるのちょっと悲しかったですね。なんかもうお店の善意でねやってもらってるんで、1万円罰金みたいなところだけ大きく言われたりするのは、まあそこはあんまり勘違いされてほしくないなっていうのはちょっと思います。はい。まあ1万円をお預かりされるっていうところとありましたね。いや、なんかもう当たり前になって思うたもんな、1万円預かるのな。今日はなかったですけど、やっぱ夜とかやったらこう冷蔵庫のところに1万円貼るクリップがあるんですけどね、それが最高3万とかなったりするような。3万あります？あるよな。1回だけ見た。2万3万とかいったりするから。もうみんなそれがもう周知の事実で、何やったら1万円預けたくて来てる人までいるよね。おるおる。なんか家族で写真撮って返すとこの動画撮られる。そうそうそう。日常でそういう食事をしながらこうスリルを味わえる体験ってなかなかないと思う。だから僕が主にこの二郎系のラーメンは普通の食事というよりアトラクションに近いなと思っているところがあって、普通の食事と比べて、まず並んで食べていただいて、長い間待ってもらって、来たらそのサービスと正反対のことが結構あったりするわけですよ。はい、こうお客さんをもてなそうって気持ちはあるんですけど、はい、その大きいたくさんの量を一気に時間内というか。もうつつきのラーメン作り始めるんで、食べてもらわなあかんから、ある種お客さんからしたらストレスなんですけど、同時に達成感もあるという、このなんていうかアトラクション感というかスリルというか、そういうのも一つこの二郎系文化の魅力の一つかなって僕は思ってて、で1万円に関したら本当にフードロスというか、遊び半分で頼む人が少なくなってほしいなっていうのが一番の要因やったんですけど、今はそういうなんていうかお客さんもちょっと楽しんでこのシステムを理解してもらってるっていうのを考えると、結果としてはやってよかった。茹で時間が20分のお店、多分うちだけだと思うんですよ。このお店ができた成り立ちというかあれに関したら、僕もともと歴史を刻めっていう、有名店で働いてて、そこの常連やったんですよ。前のお店の社長にうまいもん作れって言われたらどんどん麺が柔らかくなってたんですよ。でそれでなんていうか関西で柔らかい二郎系出すのが僕だけになって、で一応グループなんで僕だけちょっと違うタイプの製品を出すのは問題やということで、ある時こうちょっと柔らかい麺ちょっと作るのはなしにしてくれと、お店の回転の問題とかもきっとあると思うんで、その時に一応会社員なんで2ヶ月ぐらい我慢して作ったんですけど、ちょっとやっぱり僕が美味しいと思うものを提供してお客さんに喜んでもらうっていうのでちょっと方向性変わってしまったんで、柔らかい麺専門のお店を作ろうと思って、でそれで作ったのが5年前だから、本当になんていうかお客さんみんなのことを思って作ったお店ではなく、その柔らかい二郎系が好きな人というか、このお店の存在意義は僕が食べたいものを全力で作るための装置というか、僕が美味しい自分が好きなラーメンを作るためだけに作ったと言っても過言ではないですね。そんなラーメンなんで、当然すごい好き嫌い分かれるんですよね。誰かにとったら120点ですけど、もう平均的に見たらもう60点あればいいかなぐらいになっとって、突出してるところ、そうですもう麺20分茹でてるのは間違いなくうちだけだと思うんで、でそういう環境なんで、よそのお店で食べれる人が大ラーメン頼むんですよ。で食べてみたら
もう、あまりにも別物なんで、それで残すっていうパターンが結構あって、で、この二郎系で台っていうのはちょっと残したらあかんって、前の修行先もそうやったんで、それでこうどうしたら残さないようにできるかなって考えた結果、その罰金というか、このお預かりをもらうっていうのがちょっとアイデアになって、妻とかと話した時、1000円とかでもいいんちゃうみたいな話だったんですけど、1000円やったらこう1000円払ったら残していいんやみたいなって風になってしまうと、遊び半分で注文するのを阻止しようっていう目的で、切りがいいところで1万円ということにというちょっとルールを始めたのがもう2年前ですかね。随分そのツイッター自体は、はい、ものすごいこうそうですね、インプレがすごい続いて、はい、でもなんか僕はそのアンチがたくさんいる状態っていうのが実はすごい好きやって、それだけ関心を持ってくれてるんだなっていうのをその裏返しというかってとこなんで、関心を持ってくれてるのは商売する上でいいことなんで、万人に受けずともこう自分が納得できるルールでこうお店を運営できていけたらいいかなとは思ってますね。それの前にその夫婦喧嘩で休まれるっていうのが、それの前にあったその事件というか、時系列で言ったら夫婦喧嘩が先でした。はい、あんな形でそんな取り上げられると多分本人も思ってなかったと思うんですけど、ほんまになんというか、逆にその理由も言わずに長期休暇になってしまったら違うとこで心配されるお客さんもいるかなっていうのも確かにあったりもしますね。カリカリ。牛乳、生クリーム、お砂糖。ちょっと揚げすぎかなぐらいにしてます。ちょっと苦いなぐらい。こっちが甘いんで。
ともとね中華なんですよ、やったんが。基本が多分ね中華なんですよ、ベースが。でお誘い受けて鉄板料理屋さんにちょっと高級な北新地にあったんですけど、そこに勤めてで今です。山形牛の A の5番機で、一番上のランクなんですよ。他じゃこの値段でこれは食べれないっていう。儲けほとんどないんで。摂津市民なんですよ。はい。ここ地元なんで、この美味しい肉を食べてほしいなと思って、すごい安くしてます。これぐらい、もうずるむきぐらい掃除します。今お昼限定の黒毛和牛のカレーライスというのもやってます。これで3時間ぐらいゆっくり。30分おきぐらいに3回ぐらい混ぜたらできてます。なんかこうやりたい料理があったら、今もう何でもソース売ってるんですよ。例えばヤンニョムチキンとかもやりだしたんですけど、まず作れるようになってかんとあかんなと思って作れるようになると、これでいいかってなるんで、仕込みがねどんどん増えていくんで、全部作るとやっぱりこう洗い物とあと冷蔵庫のストックとなんかパンパンになってきて、あかんなと思ってます。ちょっと減らしていかなと思って。
でもお客さんは嬉しいですよね、全部お店で作ってるの。めっちゃ喜んでくれるんですよ。うん。回してあるんで。ニンニクも生姜もほとんど入れてないです。ほとんど酒醤油。これ使うのはもう今日の晩か明日ぐらいまではつけときたいですね。牛ハラミ弁当です。グラム測って飲んでます。OK。これはね、オニオンドレです。玉ねぎ。
いつも。おはようございます。我慢してます。すみません。これやろ。ハラミ。ハラミ。ステーキ3つと。はい。で、エビチリをこの2人で分けます。じゃあお待たせしました牛ハラミステーキのセットです。エビチリも尻尾も食べれるって。はい。剥き方があるんですよ。食べられへんって思われてるんですよ。でも本当にそこが美味しいっていうのが美味しいっていう人もいらっしゃるんで。何でもいいんだ。何にしようか。あんまりも。じゃあ、ちょうどいいのかな。ちょうどいいの。ちょうどいい。はい。ここは全部ついてる。はい。
中辛で食べやすくて美味しいですよ。設置しないで一番ここの唐揚げ大好き。僕めちゃくちゃ唐揚げばっかりです。ここ。ありがとうございます。まだ待ってます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔してます。ご飯どうします？どうぞ。お待たせしました。昆布とレタスのオイルパスタです。どうぞ。お待たせしました。はい、もしもし。そんなに食べるんですか？めっちゃ食いますよ。こんだけ食べてくれたら逆に嬉しいですね。気持ちいいですよ、見てたら。柚子のピールが、この黄色いのが柚子のピール、皮です。皆さん、すごい多くてちょっと。めっちゃ髪の毛切ってるじゃないですか。はい
焼き野菜、牛フィレステーキ、ここ使うか。はい。北谷さんが用意してる金龍軒って。はい。1番です。マグロです。何個かあるの？はい。何いいです。全然いいです。もう大丈夫。すいません。中毒にコーラ面じゃないのにな。ほんまそう。焼酎面やな。ああ。まあ食べ気に入るわ多分。なんてなんかそこの酒屋さんがやつで宮崎と美味しそう。見てくれた？多分な。
な人の目の前でこういうのやろう。何の看板やっていうのが大体わかる感じで。なんか言ってた。どっかに止めたらママ行けない。おどもお幸せにされてます。おどもですけど。めっちゃ濃厚にしてるんで、このドロドロなんですよ。なんで薄めて使ってます。スープしようかなと思って風やってきたから今から食べられないじゃないですか。いい向けてやったら何を出す。でこれ普通に白ご飯を。どうぞ。おはようございます。頼んどいたよ。テレビで団子作ってるんです
緒です。どうぞ。おお、すげえ。めちゃくちゃ美味しそう。お待たせしました。すみません、遅くなる。じゃあ、これでごめんなさい。それは分かってる。チーズ2つぐらい欲しいんです。チーズ2つ。はい。チーズは飲まれへんやつ全部。ごちそうさまです。すみません。ああ、もう美味しかったよ、満足。だからビール1本のつもりやったのに2本飲んでもらう。Delicious. 創業は2006年、今で17年目、3店舗ほど、鉄板焼き屋さんで働いて、でその3店舗の良さを自分の店にこうギュッと凝縮したみたいな感じです。お好み焼きの焼くテーマが外はカリッと中はふわっとっていうテーマをしていこうかなと思ったら、鉄板がすごく大事で食材にはものすごく力を入れています。冬場はある時期だけなんですけれども、11月から4月ぐらいまでは泉州の松並キャベツっていうキャベツを使わせていただいています。粉末です。
お
豚もちチーズ玉とチーズ玉、豚キムチ玉と豚キムチ玉、生醤油焼きうどん。ラモチチーズと豚キムチな。やばい。顔切ったらやばい。毛穴まで。これもふにゃふにゃします。豚キムチ玉と豚のチーズ玉。ありがとうございます。ちゃんぽんとラーメンが両方と。Attendant number 2 with デンスペシャルイカ豚玉、塩そば、サイコロステーキ、おもて野菜、すじこネギ玉、イカ豚と、ウサン、ウーロンです。
すいません、ハイボール。ありがとうございます。Delicious. Yeah. Very good. あげる。もうそれソース塗りな。普通にクイーンとクイーン頑張れエビ。
からさ、どう思う？でもな。はいね。お持ち帰りミックスそばロール。イカ玉です。はい。はい。そうですよね。イカ玉ですね。よくいらっしゃるんですか？初めてです。見つけてくれて、気になるお店。牛すじき玉、とろろミックスで塩焼きそば。美味しい。チーズコーン。それはない。もう奥は別に構わへん。はい。で、介護さん。生と。2個つけちゃった。1個、ちょっと前1個。とりあえず1個。抜く、抜く。だいぶ抜く。いや、抜くがまあ楽やね。ほら、もうちょっと、もう一回。なんていうパックちょっとパック。お茶玉。これもしかしてもちチーズ玉やったとか。何しますこれ？こんねぎ玉と豚モダン。どう初めて人に美味しいって聞いて、デンデラックスとか言うて最初のが高いなもんだけど食べとったら値打ちあるので有頭エビ2つ入ってて、ああもう美味しかった満足。だからビール1本のつもりやったのに2本飲んでもらう。
やそんな笑ってるの分かる。あ、今してます。ありがとうございます。はい。あとレンスペと右筋キムチ玉とレモンと塩そば肉。わっさい。7です。はーい。チャンさんと一緒に来る人が外人さんやねんや。おいでましたね。やっと集まってきたね。集まってきたね。焼き飯食べたら。8だけで取ってきた。あ、おしわり。仕事って年齢3分。どうやって言ってたの？向こう行くねんから言ってくださいよ。よっしゃー。肉チャーハン、これが。なんで急に電話